泣きながら歩きましたよ、一人で。マジかよっしゃってドーベルマンだから出たっていうのが初めてヒットして、その時ですよ、だからこうよっしゃってなったのは。和製ドラゴンチャンネル。じゃあ逆に今度は成功っていうか、なんていうんですか、こう体がうずくみたいな、うわっっていう。これじゃ僕が最初にちょっと話しますね。僕は大学、一応日大芸術学部、演出コースって演出家になったんですよ。入って日芸の。それはいいんだけど、なんだか講義ばっかりで難しくて、なんかこれはダメだなと思ってね。そしたらある同級生がね、お前雰囲気が東映向きだから、東映のなんか薬剤画みたいなのちょっと出たらって思ったんで、それでなんか東映の中の研修所ってとこへ受けて、当時はニューフェスとかってニューフェスはもうなくなった。それで研修生になって、その頃こうね、北島三郎さんとか中田秀夫さんとか薬剤画の全盛期です。全盛期なんですよ。いいな、俺もああいうやってみたいなと思うんだけど、役もつかない、何にもつかない。職業なんですかって言われたって、俳優って言ってもね、仕事もないし、俳優ですって自信持って言えないし、悶々と2年ぐらいしてる時に、たまたまその事務所から本校映画のオーディションがあるから受けるかって、それで何でもいいですよって言って受けたのが選ばれて、こう2週間の予定で行ったんですね。それでそのショーブラザーズのその映画に出て1週間ぐらい経った時に会社から呼ばれて、ショーブラザーズ、お前いいからその年間契約をするって言われたんですよ。来たと思ったんですけど、ちょっと待てよ、今の女房がガールフレンドで日本にいましたから、そうですね、もうずっとここにいるつもりもないし、いずれ日本へ帰るんで、お金出していただければみたいなこう芝居したんですよ。どれぐらいっていうか、月50万ぐらいあれば、とんでもない、そんな50万は出せないって言うんですよ。じゃあいいですよ、俺も、もう外から勧誘がね、電話したのありましたから、それで50万どころか、もう2本目か3本目、今から50年近く前、100万。その100万って、やら100万っていう時にね、僕香港のそのネイザン道路を泣きながら歩きましたよ、一人で。それでなんでかっていうと、これでやっと親孝行できるなって、こうなんか体中がこうなんか触るよね。それでそこへ来て、千正夫さんのその星亀の歌が電気屋から流れてきたんですよ。ぐわっと来てね、あいつ何泣いてんだろう、ネイザン通りみたいな。それで、そうですね、デビューして1年以内に両親に家を作ってやって、こんな人生ってあるんだな、すごいですね。それがやっぱり一番のこう武者震いするぐらいの喜びだったですね。だから香港があれですよね、最初のその一番のステップの最初ですよね。香港なかったらもう今ないですよね。俳優ができないし、そうか、一度も就職してないんですもんね。就職してないです。サラリーマンはできないね。空手はいつはそういうやったんですか。空手はね、小さい6歳ぐらい。もうじゃあずっと。それで柔道を高校でやって、合気道を大学でやって、大学では合気道。そうなんですよ。部を作って、その日芸で。それで空手部は50年です。これ先輩に呼ばれたのがこうやって、でバチンって殴られて、お前ね、クラブ作るなんてお前100年早いんだよって言われて、バチンバチン殴られてね、やっぱりそんな時代ですよ。下駄履いてだってサングラスして学校行くような先輩ですから。日芸ではそんなんだったんですか。
その先輩とは仲良くしてますけど、先輩に3発ぐらい殴られたんですって言って、言うなよそれは今言うんですけど、50年前の話だからね。ですよ、50年前ですよ。はい。澤さんは成功。体の処分です。僕はあれですよね、やっぱ日本でやって最初でも悶々としてて、でジャッキー・チェンでやって、どうしても海外でやりたい、この世界でやりたいってやって、でも全然それ当然ないじゃないですか。である時に僕の相棒が「さあお前こんなのあるぞ」持ってきたのがストリートファイター。日本のゲームストリートファイターがハリウッドで映画化されるんだ。で主演はどうやら当時こう来てたジャンクロード・バンダムで、日本のゲームだから当然日本人もいけるぞっていうんで、日本で当然みんなそれ話題になってたんだけど、結構俳優がその日本のプロデューサー的なところに行ってたんだけど、無名だからこんなとこ行ったら相手にされない、俺も直接言っちゃおうっつって、ハリウッド行った。ロス行って、で今みたいなのないですからね、こんなの。だからこれ調べて名前だけで住所見て、あここかっつって。撮影所？違う、プロデューサーのロデオドライブのペントハウスですよ。ここかってピンポンするんですよ。マイネームです。I want to be 英語も下手だし、相手してくれたの？もちろん知らないですよ。でもう毎日通って、でそのうち警備員のことで言われて、いやでも俺は俳優でどうしてもやりたいんだっつったら、そのうち向こうも、じゃあ明日何時ぐらいに来たらプロデューサー来てるのよなんて言ってくれるぐらいになったんだけど、結局会えずで2週間ぐらいやったんだけど、これちょっと無理だなと思って、で1回帰ってきて、でもう一回調べて、要は向こうでそのプロデューサーなり監督に会って見てもらって、でお前ダメだとか、お前よりすごいのいるぞって連れてこられたら諦められる、会ってもね諦められないじゃないですか。いきなりプロデューサーとかダメだと、向こうにキャスティングディレクターって言う、この人でメアリー・ジョー・スレートっていうのが出てたんですよ。でこの人ですね、住所に自分の撮った当時のVHS ビデオを「マイネームイズ」と入れて送ったんですよ。そしたらね、ダメかなと思ったら、何日かして当時まだファックスですよ。ガタ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 来て、あなたの情報をもう少し知りたい、メアリー・ジョーが来たんですよ。マジかっつって、もうその2日後また大学航空の安いチケットで行って、メアリー・ジョーのところに来たいっつって、あーっつってかぶされて、でメアリー・ジョー・スレーターって実はクリスチャン・スレーターって俳優がいるんですけど、それのお母さんだったんですけど、彼女がすごいよくしてくれて、いやあなたビデオで見てた時にものすごい恐ろしい感じだったけど、あったらなんかすごい優しいというか、もう私は絶対押すっつって、で彼女が入れてくれた。入れてもそんなわけないですね。で押してくれて、でじゃあメアリーがそこまで言うなら、でも彼の英語が言うわけです。私は彼らが全部分かる。いや彼背も高くて、うちの息子より背高い全部そこまで言うなら、そのカメラテストを受けさせてあげる。でそこからオーディションになって、監督がもともと脚本家で、スティーブン・デ・スーズって言うんですけど、48時間とかビバリー・ヒルズ・カップとかダイ・ハードを書いた。で要は喋りまくる脚本なんですよ。だからこんなのは二の次だと、とにかく喋らないとダメだって思っちゃって、でそうこうしてるうちに日本のカプコン大本がお金出したんですから、なんか日本人で言ってるやついるらしいじゃないか、つんでちょっと応援してやれって今の会長が言ってくださって一筆書いてくれたらしいんです。それで
がないとメインは無理だからまあじゃあそのジャングルドバンドの片腕の横にいるキャラクター作ろうと、それでできたのがキャプテンサワーっていう、でそれがビデオゲームになってキャラクターになってだからもう最初行った時はそれこそコリアエアのダンピングチケットで言ってたのは、そのキャスティングに入って最初タイのところで、ジャムのファーストです。あ、そんなの大きなその時にで着いたらリムジンですよ。でその時にもうよっしゃーってちょっと話なんかどうするけど来たぞここまでっていうなりましたね。すごいね。それも人の手じゃなくて自分でこうコンタクトしたわけだからね。まあ、大変でしたけどね。その入るまでもいろいろ話長くて20代20だからそのオリンピックの前に20まあそうですね6、7ぐらいですね。一番下のってことだね。その積極性ってすごいね。いやだからもういやでもほらでも倉さんもそうじゃないですか。香港行って、やるしかなかったから日本ではもうね全然そのチャンスないし。でもこれどっかで運があるじゃないですか。ね、香港っていうこう道が開けて運が開けてこっちだってそのカップンがいてなんかちょっと運がいやそうですね。俺なんかもだからその自衛隊辞めて食べることな食えなくて本宮っていうところで転がり込んで、そしたらそこからこう漫画原作っていうのと知り合ってそれまで全く知らないんだけどそこからですからね。だからでも本宮さんもすごいですよね。本宮先生もね。いやだから原作やってみろっていやそれ何の根拠にたまたま編集さんが求めプロ入っても絵も描けないし何もできない。マージャンやって酒飲んでるだけなの。アシスタント集めて。これはまずいと思って編集が求めやから話さなきゃいけない。こいつは。そうすると話すには仕事あげなきゃいけないですよ。食わせないといけない。いや、求めプロ追い出すには俺に仕事出せなきゃいけないわけですよ。で、お前もう原作書いてみろってやけくそで言ったんですよ。やけくそで言ったら書いたら、ああれって面白いですよ。意外とやるかもしれないよって言って、で、その編集に呼ばれて、原稿用紙の書き方から教えてもらって、一からね。そこからですから。まあでもそれこそ才能あったんでしょうね、そこに。いやー、だからね、まあ、ほら原作っていかに嘘つくかじゃないですか。あ、それはもう、ね。天の才能。ある意味、嘘分かってる。向いてたんですそうそう。発想して書くっていうのは映画の本と同じですもんね。だから人をどうやって心地よく騙すかでしょ。ね、そういうことはい。先生の何歳の時ですか。それ、23歳。あ、24ですよ。そんな若かったんだ。最初のあれです。デビューはだから24歳、25か。それ25は歳作品的には。読み切りですもちろん。読み切りでやって、それで読み切りを1回目書いて、すぐまた次の仕事が来て、今、この間それがたまたま原稿が出てきて、見たんですよ。だからびっくりするぐらいよくできてるんですよ。今見ても。これ2作目これ書いたんだっていうぐらい。覚えてない。全然覚えてない。ところが漫画出てきたんですよ。たら、見たらね、これ多分2作目でこれを書けたら、編集を俺に目をつけるなって思うぐらいよくできてる。1作目が北斗の拳なんですか。いや全然それ読み切りをずっとやってて、もう最初から連載もらえませんから、単発読み切りを2年ぐらい書いてて、3年目ぐらいにちょこちょこ連載もらって、でもそんな当たるわけじゃないんですよ。でも僕はやっぱり先生の認識したのはドーベルマンなんですよね。だからドーベルマンだから出たっていうのが初めてヒットして、その時ですよ。だからこうよっしゃってなったのが。何部ぐらいだったんですか。ドーベルマン。24、5巻出て、巻あたり20万、当時20万部、1巻あたり20万部ぐらい売れたと思うんで、当時のあれとすれば、すごい記録的な数字だったです。いや、だって結構衝撃でした、最初の。そうね、人ばっかしちゃうからね。空港で裸になって、まあ変な話、ケツからね、お尻から飛び出して。あのアイディアだけです。あれはやっぱりそう思います。アイディアで俺は今日まであるんですよ。ですよね、ですよねって失礼だけど。あれが普通に
服を着てたやつが倒したら何もないんですよ。だから逆にすっぱだかで何もないやつがどうやって敵を倒すかってことに絞って考えて、犯人がなんかハイジャック感なんですよね。ハイジャックで俺は武器持ってないから嘘つけ全部脱げってスポンポンなんですよ。俺は見ろっつってそうするとケツの穴の中からナイフが俺はびっくりしましたね。でそれのアイデアでそのキャラクターがその主人公のキャラクターが強烈なキャラクターってことが印象付けられて、でそこからですねお尻から見つからないっていうそのアイデアだけで今の俺がある。それでも26、7。それが29歳です。で29歳でも本当にだからみんな同じぐらいですよ。ドーンと変わったっていうか。変わると人って寄っていくじゃないですか。いろんな人が、悪いのもいいのも、そこでこうセレクトしちゃ失礼ですけど、こいつはちょっとこうだなこうだなっていうのはありました。いや基本的にはもう何をやりたかったかってそれまで面倒を見てくれた先輩、よく酒を飲ませてくれた方とかよく面倒見てた先輩たちに、とりあえず恩返ししなきゃっていうそこだったし、だから今までずっとごちそうになってたのを今度は俺が払わなきゃいけないってその恩返しってこう感じだったしね。でも怒られましたけどね、お前調子に乗ってんじゃないぞって逆にね。割と周りにいい先輩がいたってこともありますけどね。あとさっきもケンヤさんと話したんですけど、印税の世界っていうのはもともとご存知で始まったんですか？いやそんな当時まだ単行本って出る世界じゃないんですよ。だから最初の頃の作品は単行本になってないんですよ。ドーベルマンデカあたりの時代からやっと単行本っていう文化ができてきて、だから缶あたり20万部ってのは相当ですよ。当時家1軒ぐらい建つぐらいの。すぐだから29歳で30歳の時にはちょうどマンションの頭金がたまったんです。すぐマンション買いましたね。なんでみんな車買ったりするんですよ、若い子たちは。俺なんで知らんけどマンション買いましたね。もう貧乏症ですよ、かなり。でも我々の親たちってのは本当も貧乏で鼻垂らしてこうやってね、それでここに継ぎはぎでこうなってね、みんながだから貧乏だからまだ自分だけ惨めとは思わなかったんですけど、そうなんです、そうじゃなければもうかなりいじけてたはずなんですよ。そうなんですよね。ところが本当に貧乏なんだけど、下を見たらまだ下がいるんですよ。だからそこで救われてるとこがありました。なんか新聞から僕見たの、先生がなんか佐久市に長野県に寄付をなさったと。あれちょっと魔が差したってやつです。それだったら郷土愛というか。いやそうでもないですか。でも今でもあれですか、佐久の若者たちにいてこういった道場みたいにやった漫画塾を作って、やりたい子たちに教えてはいますけど。作で。でやっぱりでも作で生まれてよかったなっていうか、そういう教習っていうのがあるんですよね。でもなんだかんだ言ったってね、そこで性格とかなんか形成づけられてるとこあるから、そうですよね。そんな大層なことはないんだけど、基本的にそうなっちゃうのかな、よくわかんないですよ、それは。でも羨ましいですよね、印税の世界って。我々ないですからね。本当にないですよね。今だって別にこう印税って入ってくるわけでしょ。いいですね。俺が死んでも50年間入るんですよ。どこに入るんですか？だからうちの会社に入ってるんじゃない。俺が亡くなった後も会社が残ってる。残ってなければ多分身寄りがなかったら全部国が没収でしょ。そうでしょうね。国が持ってるんでしょうね。印税の世界ってのはいいよね。でも映画だってあるでしょ。ないですよ。やっぱりそういう日本はちゃんとしてないんですよ、その辺は。アメリカはどうかしら。アメリカはその契約次第で、ね、その中のスパンならそういう契約になりますけど。監督さんとシナリオライターさんと役者さんが
主役の何人かはなんか絶対絡む主役もないです。だからその契約次第です結局だよね。そういう契約でってその代わりギャラを最初のギャラを抑えるからっていう場合がありますけどね。マカベってね一瞬ですよ、ねポンと吸ったの。これは怖いな、これやってたらダメだなと思ってやめましたけど勝とうが負けようがかけてるのが楽しいんですよ。夢はちょっと